Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は初心者向け踊り子の戦い方基礎解説サポートも強いというテーマでお送りします。今回解説する内容はこちら。基本コンボはすべてプロック、範囲攻撃も豊富、最強クローズドポジション、軽減アビリティ豊富、厳選シンボル、エスプリ、ダンスステップの使い方、攻めの単語でバースト、この8つのテーマでお送りします。1つ目、基本コンボはすべてプロックということで、踊り子のコンボは少し特殊ですが、慣れると意外と簡単に感じることがあります。それはコンボがプロックという点です。通常は一つのスキルを使うと次のコンボにつなげるのが基本の流れですが、プロックとはこの次へのコンボをつなげるための条件が確率になります。つまり運でコンボをつなげることになり、つなげることができなければまた最初のスキルを使うということになります。難しいスキル回しがあるというわけではなく、このプロックを見逃さずに使っていくのが基本の戦い方になります。ここで基本コンボの流れを解説します。まずカスケードを使用すると確率でリバースカスケードにコンボをつなげることが可能になります。ファウンテンに関しては確定でコンボがつなげるものなので基本はこっちに行くんですけど、リバースカスケードがプロックした場合はリバースカスケードを優先して使います。これはね、攻威力かつ厳選シンボルがたまるので、こっちを消化してからコンボをつなげていきます。2つ目、範囲攻撃も豊富ということで、踊り子の特徴は範囲攻撃も豊富という点です。ただし単体攻撃同様コンボをつなげるにはプロックする必要がありますが、強力な範囲攻撃が多いです。ダンス2種類、ダンス後に使用できる追加技、強スキルも基本範囲攻撃というように強力な技も範囲攻撃なので、雑魚戦もボス戦も大差ない戦い方が可能です。一部アビリティだけ単体と範囲と分かれているので分けて使用します。次のテーマ、最強クローズドポジションということで、これが踊り子の中で最も重要と言ってもいいアビリティになります。略して黒ポジと呼びます。簡潔にまとめると、パーティーメンバーを対象として使用すると、自分と対象に黒ポジを付与し、もう一度使用して解除しない限りは永久に付与され続け、これが付与されている間は常時強化が入るというイメージです。初心者がやりがちなのは、この黒ポジを付与することを忘れていることが多いので、必ず忘れないように付与することを意識していきましょう。他の DPS、特に近接ジョブには恩恵がでかいので、近接メレーたちは血眼になって自分に黒ポジがつくのがまだかまだかと待っています。ここで悲しいかな、内心で黒ポジ戦争が起きてしまう事象を自分は黒ポジ冷戦と呼称しています。黒ポジを付与すると起きることは、対象の攻撃力 5% 常時アップ、攻めの単語そのまま付与、軽減アビリティも二重で発動といったものがあります。これらの恩恵はもうクソでかいので、この後テーマに沿ってより詳細を解説していきます。次のテーマ、軽減アビリティ豊富ということで、踊り子はレンジ色の中でも特にパーティーのサポートとなる軽減アビリティが豊富です。守りのサンバが全体 10% 軽減、癒しのワルツが全体回復、インプロビゼーション継続回復プラスバリア。まずレンジ共通となる全体 10% 軽減は基本搭載であると。で、癒しのワルツはパーティー全体を回復するので、全体攻撃を食らった後のヒーラーのサポートになります。この時黒ポジを誰かに付与していれば、黒ポジ対象者からも癒しのワルツが発動するので、実質2倍の効果があります。インプロビゼーションだけ使い方が複雑なので具体的に解説します。略してインプロと呼びます。まずインプロを使用すると、その場で踊り続け、踊ってる間に継続回復の効果を付与します。継続回復は効果時間が15秒ですが、踊り続けている間は3秒に1回効果時間が最大に更新され続けます。さらにその間に3秒に1回自分にスタックが溜まっていきます。最大4スタック貯めることができ、このスタック数に応じてこの後に使えるインプロフィニッシュの効果量が変化します。フィニッシュの効果を見てみましょう。自身と周囲のパーティーメンバーに一定量のダメージを防ぐバリアを張る。このバリアの効果量は自身に付与されている踊りの熱情のスタック数により変化する。スタックが0から4まであるんですけど、スタック4の時に対象の最大 HP の 10% 分のバリアを全体に張るといったように、最大スタックを貯めると、10% のバリアと大きな効果を得ることができます。ただ注意点があります。踊っている最中動けないということ、何をしても解除されてしまうので、インプロの際は動かないのが原則になります。なので4スタックしようと思えば15秒動けないので、実用性は基本限られてきます。例えば透明戦などでボスが殴れなくなったりや
大技を使用してくる前に使っておくなど最大限に使おうとすると状況は限られます。ならば通常時は使えないのかというとそういうわけでもありません。例えばダンジョンの戦闘中で攻撃中に手を止めることなく使う方法があります。それはスタック0で使うこと。インプロは発動した時点でその場で踊り続けますが、フィニッシュをすぐに発動することができます。実はこれがスキルを使った後に発生するスキルの待ち時間の間に使うことが可能なので、少しテクニックが要求されますがインプロを無駄なく使えるのでできるようにしておくことをお勧めします。スタック0でも全体に継続回復を15秒間とバリアを 5% 貼るので、それだけでもね効果は大きいので余らすくらいならどんどん使っていきましょう。この使い方のコツはね連打してれば使えるんでお試しください。使えた時は爽快感があります。続いて厳選シンボルなんですけども、レベル30以降で習得します。これは基本のコンボスキルを使用していると溜まっていくもので最大4スタックできます。これを使って何ができるのかっていうと、レベル30で扇の舞上、レベル50で扇の舞破のアビリティ攻撃を打つことができます。1スタックで1回攻撃し、上は単体攻撃、破は範囲攻撃なので雑魚戦という風に使い分けます。さらに扇の舞9を覚え、これは上と破いずれも使用した後に 50% の確率でプロックできる追撃であると。でこのレベル帯からスキルとは別にアビリティを覚えることで忙しく感じるかもしれませんが、流れは意外とシンプルです。まず基本コンボを使う。そうするとシンボルがたまるんで、それを使って上か破で追撃をすると。でプロックすればさらに9で追加攻撃っていうのを繰り返すだけです。スムーズに攻撃するにはこれらの各アビリティをスキルとスキルの間の待ち時間に入れていきたいので、プロックしたり、連続で使いたい場合も焦って連打するのではなく、1スキルにつき1アビリティというように挟み込んで使うようにすると効率よくダメージを稼げます。続いてエスプリなんですけども、レベル76以降に追加されるゲージを言います。最大100まで貯めることができます。このゲージの貯め方はスタンダードフィニッシュ後に付与される自身へのエスプリ効果時間中にスキルを使うことで溜まっていきます。要するにダンスした後は攻撃していれば自動で溜まっていくよっていうものです。でこれを使ってするのは一つだけで、剣の舞という踊り子最強の技を使用します。これゲージを50消費して使うことができ、ゲージは基本溢れないように注意しながら使用します。迷うようであれば50溜まった時点で即打ちしても大丈夫です。これは範囲攻撃でもあるので雑魚戦も優先的に使います。これだけだとシンプルなのですが、ダンスステップフィニッシュの説明文にあるパーティーメンバーにエスプリを付与する、これが難しく聞こえてしまいます。パーティーメンバーに付与するとどういう効果があるのか、読み上げます。パーティーメンバーに付与されたエスプリ効果。パーティーメンバーがウェポンスキルか魔法による攻撃を命中させると自身のエスプリが10上昇する。パーティーメンバーのエスプリ上昇効果の発動確率はジョブごとに異なる。つまりスタンダードなら黒ポジ対象者、テクニカルならパーティー全体から恩恵をもらうといったイメージで、特にテクニカルフィニッシュの後はゲージがものすごい勢いでたまるので強力なスキルを連発できます。これを意識するだけで自身の攻撃力もアップしていくので、ゲージを溢れないように意識していきましょう。続いてダンスステップの使い方と効果を解説します。ダンスステップは2種類覚えて、レベル15でスタンダードステップ、レベル70でテクニカルステップを覚えます。いずれも発動すると専用のアクションとアイコンが画面に表示されます。専用のアクションは本来の4種類のコンボが置き換わります。この4種類のアクションと表示されたアイコンと同じ色で操作することで条件を達成するとその後にフィニッシュが発動できます。これ自体がかなり威力が高いかつ範囲攻撃なのでボス戦でも雑魚戦でも優先して使っていきます。テクニカルもほぼ同じ操作感で、スタンダードが2アクションに対してテクニカルは4アクション入力するだけで操作感はそこまで変わりません。
これらは通常のコンボスキル4種類が置き換わるため、操作を快適するのであればできるだけ近い位置にスキルをセットしておきましょう。自分の場合はクロスホットバーですが、基本コンボは右に固めているので、ダンスが発動してもこの枠の中で収めることができます。さてここで、踊り子のダンスは基礎中の基礎で、序盤で覚えるものなのになぜ解説が後回しになったのか。答えはこのダンスの効果にあります。まずスタンダードフィニッシュの効果を見ましょう。自身の周囲の敵に範囲物理攻撃、ステップ成功時追加攻撃、自身とクローズポジション非を付与したメンバーにスタンダードフィニッシュとエスプリを付与する。効果時間60秒で、ダンス成功回数で威力が変わると。でこれ基本は2回で発動します。でこの説明文を読んで疑問に思うことがあります。効果量 5% って何？これ何の効果なのか具体的に記載されていないので、調査したところ与えるダメージアップの効果量です。つまり説明上のスタンダードフィニッシュの付与という部分が、与えるダメージアップを付与するという認識です。これややこしいですね。ということは自分と黒ポジ対象者は60秒間攻撃力が 5% 強化された状態で殴り続けるので、黒ポジ対象は大歓喜なわけであると。でスタンダードは30秒に1回使えるんで、実質永久強化になると。黒ポジを忘れていなければ。次にテクニカルの効果を見てみましょう。テクニカルフィニッシュ、自身の周囲の敵に範囲物理攻撃、ステップ成功時追加効果、自身と周囲のパーティーメンバーにテクニカルフィニッシュとエスプリを付与する。効果時間20秒。これずらずらーっとあるんですけど、もう基本は4回成功の時に使うんで、威力1200および効果量 5% だと。スタンダードが黒ポジ対象者のみに対して、テクニカルは自分の周囲、つまりパーティーメンバーに付与します。つまり20秒間パーティー全体の攻撃力を 5% 強化とシナジーとして効果を発揮するので、踊り子ってシナジーも軽減力も豊富という超優秀ジョブなのです。使うタイミングはリキャストごとに使用していれば、味方のバーストや自分とも噛み合うんで、リキャストごとに使うことを心がけましょう。テクニカルフィニッシュ使用後にティラナが使用可能になり置き換わりますが、これはシンプルに追加攻撃するものとして覚えておくといいでしょう。次のテーマ、攻めの単語でバーストということで、最後に踊り子の基本の戦い方を解説します。攻めの単語の効果を見てみましょう。一定時間自身のクリティカル発動率とダイレクト発動率を 20% 上昇させる。効果時間20秒。追加効果、クローズドポジション非を付与したパーティーメンバーにも同様の効果を付与する。自身に流星の舞実効果を付与する。効果時間20秒ということで、この流星の舞は追加攻撃になるんで、シンプルに火力が上がったと思えば OK です。この攻めの単語は自身と黒ポジの相方を大きく強化します。自分自身もこれを基準にバーストを畳みかけて強力なスキルをできるだけ打ち込みます。ここでレベル72で覚えるフラリッシュの登場です。これはプロックするスキルやアビリティを使用した時点で全て一斉に使えるようにするものです。つまり強力なスキルやアビリティを畳みかけて使うことが可能になります。これらをセットで使うことを意識していきますが、この一連の流れに用意しておくものがあり、それはテクニカルフィニッシュです。フィニッシュの威力は高いんですけども、それよりも攻撃力アップの恩恵が大きいので、それに合わせていきます。なので流れとしては、まずテクニカルフィニッシュで強化、その後に攻めの単語を続いて使用し、残りの強力なスキルやアビリティを消化していくと。これが踊り子のバーストの流れです。テクニカルフィニッシュと攻めの単語はリキャストがいずれも120秒なのでセットで使うと覚えておき、フラリッシュも60秒なので即使用するとしておけば、これらをセットで使うことができ、高威力のバーストをつなげることができます。さらには120秒ごとに回していればパーティーシナジーとも噛み合うことが多いので相乗効果が生まれ、さらに強くなります。踊り子は自分と味方を強化しつつサポートもできる超優秀ジョブであること間違いなしです。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとっとっととらとらじろう、とっとっとっととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう